When you're running out of luck, need to get unstuck, so go off. When you're up against the wall and you cannot fall, so go off, go off, go off.皆さんこんにちは。こんにちは。 WRM のチャパリータです。ぐっちです。今回は木製の紹介になります。はい、木製2ブルースポンジですね。 WRM で取り扱う中国製粘着ラバーでもう定番商品ですね。これは、はい、この木製2ブルースポンジはですね、グッチーさんがアメリカの大会を優勝してきた思い出のラバーです。はい、木製ありがとう感謝します。とってもいいラバーなんですね。ただ木製が出てもう5年以上経過してますかね。はい、その間にたくさんいいラバーが新発売になりました。現にグッチーさんは今金製、そしてこの木製を併用して使ってるんですよね。そうですね、その2枚のラバーを使ってます。はい、はい、ということで、今新しいラバーがたくさん出てきた中で木製はねどういった立ち位置にあるのか、それを改めて皆さんに紹介していこうかなと思います。それでこんなにいいラバーだったんだなっていうのを、再度、認識して、ぜひ使ってもらおうかなと思っております。それでは早速プレイ動画の方どうぞ。どうぞ。木製2ブルースポンジの下動画を見ていきます。今回の使用用具はグッチーさんの本色ラケットそのままなので、ラケットはビルトーソオフマイナス、バック面のラバーはネクサス EL48 が貼ってあります。まずはサーブです。これまでにもサーブがよく切れるラバーやラケットを紹介してきました。木製2も同様にサーブが非常に切りやすいラバーなんですが、注目してもらいたいのはこの短さですね。本当にネットスレスレによく切れたサーブが出ています。試合の緊張した場面であったり、相手が上級者の場合、レシーブから攻撃されないように短くする必要があるんですが、木製はこういった短いサーブがとてもやりやすいです。続いてループドライブを見ていきます。粘着ラバーユーザーにとっては要となる技術です。木製2ブルースポンジは非常に球持ちのいいラバーなので、このループドライブがとてもやりやすいです。トップシートが少し柔らかめにできているので、例えば薄く捉えて強く擦るような技術が苦手な人でもこのループがやりやすいのが特徴です。それでいて十分な回転量もあるので、ループドライブが苦手だという人にも積極的に選んでほしいラバーになっています。続いてレシーブを見ていきます。木製2ブルースポンジはそこまで反発力の強いラバーではありません。その反発力の低さを利用して安定的に相手コートにレシーブを返しています。試合などで初めて受けるサーブは特に回転が読めなかったりするんですが、この木製2ブルースポンジであればそっと触ることで相手コートに返すことができます。レシーブが返らなければその後のラリーも続かないので、レシーブの返しやすさというのはラバーの重要な性能の一つだと思います。ドライブの引き合いを見ていきましょう。スピードこそないんですけども、その分、しっかりと時間を保つことができます。加えてこの高い弧線と回転量、それだけでですね十分相手を詰めることができます。木製2ブルースポンジの得意とする技術の一つですね。最後にオールを見ていきましょう。木製2ブルースポンジは球持ちの良さとスピードの遅さを生かして自分の時間を十分に確保できるラバーです。そういった意味では現在 WRM の取り扱うラバーの中でも最も粘着ラバーらしい性能を持った製品といえます。純粋な回転量の上限で言えば金製2ブルースポンジの方が上かもしれません。
またもちろんスピード性能ではテンションラバーに劣ります。ですが強すぎる回転や速すぎるスピード性能は自身のレベルに見合ってないと即ミスにもつながります。木製2ブルースポンジは時間を十分に保ちミスの少ない堅実な卓球を目指す人にとてもおすすめなラバーとなっております。また性能を引き出しやすく非常に扱いやすいラバーです。回転を意識しながら技術の向上を目指す人にもぜひ使っていただきたいラバーとなっております。ぜひ一度お試しください。今回も素晴らしいプレーありがとうございます。全然です。さあここからは、木製2ブルースポンジの特徴を分かりやすく3つに分けて紹介していただきたいと思います。それではグッチーさん、はい。特徴その1は何でしょうか？特徴の1つ目はサーブが超切れる。毎回言ってません？金星の時も言っていたんですが、まあ切れますからね。切れます。はい、木製は短く切るってことがしやすいです。なるほど。短い切れたサーブ、短い切れた下回転、短い切れた横回転サーブなどが非常に出しやすい。粘着特有の切れたサーブということですね。短く止めたいときは木製がすごくおすすめですね。なるほど。はい。でやっぱ試合中はいとかサーブやっぱ短く切るっていうのが必要になったりするんですよ。そうですね。相手のレベルが上がってくるとやっぱサーブが長くなっちゃうと打たれちゃったりする。はい。中上級者になってくるとそうなってくるんですけど、だから短くサーブでなおかつ切れてくれるっていうのを求められるんで、それが木製は非常にやりやすいですね。確かに緊張した場面で短く切れたサーブを出すっていうのは結構難しいですからね。難しいです。それが木製はやりやすいということですね。きっちり短く出せるんで、サーブから有利なパターンが非常にしやすくて、相手の攻撃もされにくいかなとなるほど感じています。はい、それでは2つ目の特徴を教えてください。特徴の2つ目はスピードが遅い。おお、なるほど。ということですね。ここは金星と違うところですかね。そうですね。はい。でスピードが遅いがゆえに、はい、ループドライブが超かかるっていうなるほど。ことにつながってくるってことですね。反発が弱いってことですかね。そうなんですよね。でこれはワールドラバーマーケットで扱ってその粘着テンション系とかのラバーの中でも飛ばないなるほど部類に入りますね、かなり。最も強標に近い。そうですね。そういうそうですね。硬い中国系の粘着ラバーとかの飛ばない、で回転がかかるやつにかなり近い感じになりますね。言い換えると玉持ちがいい。そうですね。玉持ちが非常に長くて、そうですね。ボールは本当に長く持つんで、遅い回転重視のいやらしいドライブがいっぱい出るんですよ。でやっぱりループドライブから主戦でやってる人がめっちゃいいですやっぱり。なるほど。じゃあもう本当に典型的な粘着ラバーを使ったプレースタイル。下回転打ちをループ系で持ち上げて、その後上回転のラリーを有利に進めていくっていうパターンはめっちゃやりやすいです。ループがとにかくすごいかかっていやらしく遅くいってくれるんで、相手が合わせてブロックでそーっと合わせてくれるんで、それを上回転のラリーをブロック VS ドライブの形にできるんで、なるほど、有利になりやすいですね、ラリーも。なのでそういうループドライブからのパターンやる人に特におすすめですね。はい、続いて特徴3つ目、グッチーさん教えてください。特徴の3つ目はレシーブが収まるということですね。これは嬉しいんじゃないですか。そうなんですよ。これがかなりやっぱ試合中やっぱレシーブがやっぱ飛ぶラバーだと飛んでっちゃったりとか、レシーブ難しかった浮いたりすることも多いんですけど、木製はやっぱ飛ばないんですよね。さっき言ったそれはあまりないので、飛ばないので、そうってやったら台のどっかに収まりやすい。なるほど。多少相手のサーブがちょっと分かりにくくても、なんかでずっつきしてなんとか入る確率は、ちょっと普通のその飛ぶラバーよりも入るんじゃないかなっていう感じがあって、やっぱ試合中ちょっと木製でレシーブしておけば入るわっていう意識でできるんでいいですね。バックはテンションだからちょっとやっぱ飛ぶ、私の中でバックでつくとやっぱ飛んでくけど、そういった時はやっぱ木製でレシーブしてちょっと収まる、飛ばないから収まるみたいな感じでちょっと木製のレシーブ多くなったりとかしました。これに変えてこれを使ってることで、やっぱりそのサーブ短くするっていうのもそうでしたけど、やっぱネット際、レシーブだったり、大きなラリーに発展する前のプレーとかはやっぱ木製はやりやすいですね。なのでそういうレシーブをちょっとレシーブふわっとなんか浮いてレシーブミスしちゃう人とかは結構いいかもしれないですね。木製でやってもらえればレシーブちょっと減るような感じがします。じゃあ3つ目はレシーブが入る。ありがとうございます。グッチーさんに木製2ブルースポンジの特徴を3つ教えていただきました。ここからは、皆さん気になってるところを僕の方からグッチーに質問したいかなと思います。こちらですよ、グッチーさん。やっぱりね、パッと見一緒パッと見一緒だ、一緒一緒。はい、これね、金星です。
金星。金星2ブルースポンジ、こっち木星2ブルースポンジ。福岡で見るとマジで一緒。全く一緒だやばい、混ざったらやばい。さあこの2つですよ。結局、どう違うのかっていうところを、ちょっとね詳しく、聞かせていただきたいなと思います。この2枚の、粘着ラバはいーの違いは、まず硬さが金星が少し硬くて、はいで木星が少し柔らかいはい。感じになってこれは、トップシートですよね。そうですね。スポンジコードは39は一緒。そうです。木星に関しては36がありますけど、スポンジは基本的には一緒。はい、このタイプ39の木星をはい。も使ってます。なのでただトップシートが柔らかいと。木星のが非常に、どんなそのインパクトのタッチしても結構食い込んでボールがこう、はいはい上がってくれやすい感じはありますね。金星は硬めなんで、はい。ちょっとスイングスピードが若干いるかなって感じですね。硬めなるほど。でその分、はい、そうです。スピード。スピードがすごい金星は高いですね。で木星はそのスピードがやっぱ遅いです。そこは多分皆さん好みが多分分かれるのかなと思います。その粘着ラバーでも使っててもやっぱスピードが欲しいっていう方もいれば、スピードがない方がいい方もいるんですよね。遅い方がいい方、私はどっちかというと遅い方が好きではあったんですよね。はいはい遅いラバーでの回転がかかるラバーが大好き、飛ぶのはあんまり好きじゃない、って私もはずっと感じでやってたんです、使ってたんですけど、なので2つのタイプがあるんで、はいちょうど住み分けされてるんですよ。そうですね。ちょっとこっちは木星は飛ばない、遅いプレーを、遅い回転卓球をしたい。こっちは金星は回転卓球もできるし、速いラリーもできる。金星は逆にラリーが結構速いです。なので試合で使った時に思った以上にカウンターとか上回転のラリーがもうすっごい速さ、はい。突き刺さるようなもうスピード感でぶち抜い相手の球をぶち抜いたりとかもできるんで、そういう意味だと金星すげえなと思うんですけど、ちょっとテンションらしいボールも出せるっていうことですね。上回転は特に速いなという印象があります。それだと逆に遅くゆっくりゆっくり、こう連続で、ね、ドライブで粘ってネチネチ粘っていくっていう、粘着らしいプレーがめっちゃしやすいっていう感じですね。はい。あとすいません。はい。次気になったところがあるんですが、はどちらもループドライブ切れますよね。はい。ただ、やっぱり硬い金星と、飛ばない木星、これどういったループの違いがありますかね。いやー、いい質問にきますね。そうですね。本当に、金星の方が硬いんで、表面で擦るような感じで、スイングスピードが速い方は金星、そういう風に打つとかかります。スイングスピードが速い。速い。擦る。ここですね。硬いから、シートが。はい。そうすると木星よりもかかります、ループが。で木星は逆に擦るでもかかるんですけど、食い込ませて打つような感じ。なるほど。シートとスポンジが本当によく食い込むんですよ。食い込みがとても良くて、でシートにも粘着力が結構ちゃんとあってでやるので、本当にもうくっつくんですよ。食い込ませてドライブする。つまりこの金星の性能を引き出すのに必要なスイングスピードみたいなものが、木星はそこまで必要ないっていうことですかね。実はそうなんですよ。なるほど。よく気づきました。そこが結構でも大事なところだと思います。木星はやっぱそういう意味ではそのスイングスピードが足りなくても、そんなスイングスピードがなくても回転のそのループドライブとか、中国のラバーのそのボールが出やすいです。金星はやっぱちょっとやっぱ硬いので、その分やっぱちょっとスイングがややいる、そういう感じです。なのでこっちの方が出しやすいかな。ループドライブのその出しやすさ、回転量の出しやすさこっちで。マックスはこっちの方が高いかな。なるほど。ちゃんとスイングできる人だったっていう感じです。いや、よくわかりました。はい、グッチーさん。では、もうちょっとわかりやすく、この金星と木星の違いを表現したいと思うんですけど、今の話で言うと、木星はやっぱり中級者。そうです。ですかね。はい。中級者向けになってます。中級者向け。で、片や金星は中上級者。そうです。上級者よりですかね。で、さらに言えば、木星は36度があるので、初中級者。確かに。いけますよね。いけます。これ僕すごい好きなラバーです。確かに。はい。じゃあ言ってくれてるですね。木星36もいいラバーですね。なるほど。こういう感じでちょうどねバランスよく3枚あるっていうことですね。そうですね。はい。今日は木星を紹介してきました。僕も木星に持ち帰りました。木星の36度にね。ありがとうございます。見た目わかんないと思いますけど。確かに。もう出てかなり時間の経過したラバーではあるんですけども、やはり性能は素晴らしい。特に自分に見合った性能のラバーというところで、やっぱりねこの金星よりもむしろ木星の方がいいっていう方は、大勢いると思います。なので今回の動画を機にまた改めてこの木星をね、ぜひ使ってこのラバーの素晴らしさに、気づいていただきたいなと思います。木星2ブルースポンジ一度使ってみてください。ありがとうございました。